ずれている。そんな思いがいつも頭の片隅のどこかにあった。コロニーでの平穏な日々、何か大事なことから遠ざけられている気がしていた。そんな時にあれを見たんだ。記憶にないはずの、けれどどこか懐かしいイメージ。何なのかと探ろうとすると消えてしまった。だけどその時に初めて感じたんだ。自分の中にあるズレが元に戻っていくのを。強い子に育ててくれ。亡き父が母に残した最後の言葉。その言葉をよすがにしながら私は生きてきた気がする。全てが不思議に包まれていた幼い頃、次第に私は知っていった。呪われた己の家のこと、血塗られた自国の歴史のこと、血脈が持つ罪と重さに私は呪縛されている。逃れることは決してできないのだ。私はそれと正面から対峙し、立ち向かう義務と責任がある。だから私は船室の片隅でひっそりと息を潜め、目的地へ向かう。行くべきところに行き、会うべき人に会うために。そうしてしばらくの間、私は過去の自分を消し去ろうと思う。そうだ、今は名前はいらない。敵艦高熱源体を射出。モビルスーツと推定、急速に近づく。マリーダを出せ。母艦は無視しろ。ガランシェルの足なら振り切れる。了解。目標捕捉。足の速いジェガンがいる。特務仕様かもしれない。偶然の出会いじゃないってことだ。暗礁中域まであと10分。片付けて帰ってこい。了解、マスターはよせ。マリーナクルス、クシャトリア、出る。船は追わせない。まずは近い方から叩く。ターゲットより高熱源体の離脱を確認。モビルスーツと推定。一機で来るとは舐められたものです。側面から突破を試みる。そちらは出迎えの敵を迎撃しろ。了解。なんだこのモビルスーツは。甘い。その程度。
人たちくらいテロリストの粉砕で任務完了。これより祈祷する。もう何も聞こえない。ようやく静かになった。戦争を止める。偶然出会った彼女の言葉はとても重く怖いものだと感じた。だけどあの時に感じたイメージは次第に鮮明になっていく。だから決めたんだ。彼女と一緒に行くこと。何者かに追われている彼女、それ以外のことは何もわからない。そう、自分にはわからないことだらけなんだ。あのモビルスーツにしても。それでも何かが分かりかけている。今まで遠ざけられていた何かが。それは自分が望んでいたものだと分かるんだ。死にたくない。いや、死ぬわけにはいかない。私の心の叫びに応じたかのように差し伸ばされる手があった。少年、その手が私をしっかりと掴む。柔らかく温かい手のひら。なぜだかとても懐かしい気持ちがして彼に手を引かれるがまま逃げる。こんなに力強く自分を引っ張ってくれる手を私は知らなかった。マスターに尽くす。私という人間はそのためにある。それは今回も同じこと。マスターに与えられた重要な任務、その中身に興味はない。マスターが下した判断に従いパイロットとして任務を遂行する。だから彼女が密航して取引を止めようとしていることも私が解決すべき仕事だ。
彼女には彼女の考えがあって行動を起こした。だが私には関係のないこと、命令を遂行するだけだ。それでも彼女は強い気持ちで私に何かを伝えようとする。私の力はマスターのためにある。しかし見知らぬ少年に跳ね抜けられ彼女を逃がしてしまったのは、彼女の言葉が心のどこかで引っかかっていたためなのかもしれない。必要ない。彼女がそう言った。ようやく手にした大切なものが指の隙間からこぼれ落ちていく。どうしてあそこで引き下がってしまったんだろう。私のたった一つの望み、自分がなくした何かを取り戻す手がかりを掴んだはずだったのに。貴婦人と一角獣、その組み合わせは不吉な印に思えた。暗鬱な運命を示しているように感じたからだ。少年は危険な未来を予期しつつも私に協力を申し出てくれた。だが、いや、だからこそ私はあえて硬い顔と声で彼を突き放す。なおも私に向かい無遠慮に切り込んでくる少年の瞳の光、本気だということが分かった。手のひらの温かさを思い出す。それを傷つけてはいけない。だからこそ私は少年を拒絶する声を出した。連邦に撃墜された仲間の思念、たとえニュータイプでなくとも人は今際の際空に思念を轟かせる。私にはそれが聞こえる。そう作られた。煩わしいと思うこともあるが、今はこの力が敵の存在を告げてくれた。罠が張られていたということになる。そうなればマスターの救出が最優先となるが、コロニーで戦いが起きれば人も死ぬ。その思念があふれて私に押し寄せてくるだろう。それでもマスターと彼女は救出しなければならない。この一命に変えても。飛行機乗りとして空を駆け巡る。そんな小さな夢にすがるためだけに連邦軍のパイロットになった。家の重圧から逃れるためにこんな外様の舞台に志願したりもした。
気概と自由に満ちたパイロット、それが俺の求めるものなの。訓練ばかりのうんざりする日々、誇りとは無縁の任務。現実は厳しいもんだ。だがこの日を境に全ては変わっていってしまう。任務は体のいい使いっ走りのはずだった。だが実際に起きたのはテロリストとの遭遇。初めての実戦。にわかに奮い立つ自分がいた。戦争。自分が属していた小さな世界、それが簡単に壊されていく。だけどその世界が壊れるほど自分の中のズレは元に戻っていく。どんな時よりも思考がクリアで生きている感じがする。俺はどうかしてしまったのかもしれない。でもやりたいことははっきりしている。彼女を助けないと。焦りが、先端が開いたことへの焦燥感が私の体を動かした。止めるのだ。この戦いを止めるのだ。そのために私はここへ来たのだ。あの少年の助けを無下にしないためにも戦乱を押しとどめなければ。なんだ爆発か。ギルボア、キャプテンとの連絡は？途絶した。中を突っ切るしかない。キャプテンを探してここを出る。了解。コロニー内で仕掛けるとは。敵を発見した。攻撃に移わけにる。はいかない。マスターと姫様を助けるためにも邪魔者を排除する。いたずらに武器を使う。クワタ。心構わず撃つなど来なければよい。まさかニュータイプってんじゃないだろうな。バカ言見逃すわけにはいかない。まとわりつくな。重いんだ。もう終わらせる。
しまった。ネールアーガマに報告。コロニーに穴が開いた。敵健在。まだ来るか。バンネル。あれを止めてくれ。この先に何かを感じる。マスターと姫様がいるのか。捉えた。消えゆく命に同調してはならない。そうすれば隙が生まれ、私も同じ運命をたどることになる。ジオンの化け物め。どけ。甘い。遅い。黙らせてくれ。ニュータイプなのか。この先に姫様がいるはずだ。早く探さなくては。大将、大将。味方の撃墜報告を聞きながら船で待機している俺。親の七光の届かぬところでなすべきことをなす。それを願って軍に志願したのに、結局どこまで行っても家の意向は届いてしまうのか。だが戦況の悪化が俺に出番を与えてくれた。束になっても勝てなかった敵を相手にどこまでできるのか。ここで死ぬかもしれない。初めての実戦でそんな不安が頭をよぎりつつも、三広少尉を映画にでも誘おうかと考える。実戦を前にして湧き起こるさまざまな感情、それをごまかそうとする自分を少し情けなく感じたりもする。父さん、信じられなかった。あの人が俺の父親だったことも、父さんと叫んだ自分も。だけどズレを感じなくなった今の俺には全てがはっきりしている。なんで泣いていたんだろ
行くよ。戦火が広がる混乱の中、私は連邦軍のモビルスーツに危機を救われた。この私が連邦に保護される、その意味も重みも受け止める間もなく、炎の海は私の眼下を遠ざかっていく。あの少年はこの戦火から逃れることはできたのだろうか。何か感じる。落とせる。新探しているの。姫様、この先にならば敵はなおのこと潰しておかなくては。動きが違う。かなり訓練が今の影からちょこまかと。これで最後だ。そこ、渚大将、お先に参ります。この先に何か感じる。こう狭くては。戦況はどうか。状況は思わしくありません。敵戦力の報告をせよ。敵は1機サイコミュ搭載機です。これまで味方機にかなりの損害が出ています。各機工場ブロック内に進出急げ。敵機の攻撃に当たる。目標接近。目標をロック。攻撃を開始します。隊長、あとはお任せいたします。ロトで応戦可能な対象かどうか状況を知らせる。ロトの機動性なら敵戦力の現在は可能と考えます。捉えた。了解だ。攻撃を続ける。これで最後だ。目標の損傷確認。聞いてます。気を抜くな。攻撃行動を継続。受けた。このまま引くわけにはいかない。この先に何か感じる。補給完了。これは本物の戦場だ。腕の見せ所だと思え。コロニーの被害。目標に攻撃開始。もう少しで突破口が見えます。敵は一機だが味方が多数やられている。油断は
式のことだ。長引くと来るなよ。見つけた敵は手早く仕留める。邪魔をするな。大体これで始末したか。マスターと姫様か。あの巨体が相当の可能性を有していますが、一撃で仕留める必要はない。続けろ。黙らせる。動き続けろ。見える。障害物に足を取られるな。狙いが甘いな。我々を見くびってもらっては困る。黙らせる。離れすぎている。接近しろ。進路を読まれるな。待機パターンを変えていけ。このままだと危険です。構わん。続けるぞ。多くのモビルスーツが失われ、ほとんどのパイロットが帰還しなかった。仕方がなかった。そう自分に言い聞かせる。臆病だから生き残れたわけではないし、勇猛な奴が死んだというわけでもない。両者を分けたのは純粋に運だ。敵討ちをしたいという気分もただの条件反射のようなものなんだろう。あえて言うなら、悔しいと思えないことが悔しい。まだ状況を受け止めきれず、この体を持て余している自分が腹立たしい。あの戦場でやれたことはあったんだ。こんな感情はパイロットを続ける限り付きまとうものなのだろうか。それとも理想のパイロットになった時には受け止められる器を持てるのだろうか。
心とか覚悟なんてない。俺は彼女に必要とされたいだけなんです。ならばこれを持っていけ。お前をふさわしい乗り手と判断すればユニコーンは無二の力を与える。ラプラスの箱への道も開くだろう。ラプラスの箱。我らがビスト一族を100年にわたり縛り続けてきた呪縛だが、使いようによってはこの宇宙世紀に光明をもたらす。アンナはこの呪縛にお前を取り込ませたくないと私の前から恨むだろう。アンナ、そしてお前もだが行け。恐れるな。自分の中の可能性を信じて力を尽くせば道はおのずと開ける。許してほしい。お前とはもっとバナージ。私の望みは叶ったよ、アンナ。ここから出ていけ！ガンダム。間違いない。一本角の所属不明機が変形、いや変身した。あれはガンダムだ。ガンダム。本当にガンダムだ。連邦が最初に開発したモビルスーツジオン白い悪魔って呼ばれていた。ガンネル。ブリッジ、現在袖付きの4枚バネと交戦中の機体は確かにガンダムタイプと思われる。ガンダムだと？
全く追えない。本当にあのガンダム、一体誰が。何のことだ、全く。危険。4枚羽を圧倒するとは。冗談だろ。ガンダムがなんでこんなところに。あいつは敵なのか味方なのか。火器まで出すのか。ガンダムガンダム敵。観念。脱出してくれた。それは踊るように空をかけていた。私の祖国を大いに苦しめた白い悪魔。その同じ名を引き継ぐ白い機体が今私の眼前で覚醒したのだ。私は体の中が熱くなるのを感じ凝視し続ける。世界を揺るがす秘密を内に隠した伝説の獣の皮をまとう機体ガンダム。姫様。どこの機体だ。あいつか。観念。黙らせない。この先パイロットのものか。姫様に救出できずマスターの序盤も確認できないままだ。引くわけにはいかない。
は危険だ。破壊しなければならない。直感がそう告げている。関係のない人たちたくさん死んだんだぞ。ここから出ていけ！あんな加速性能強化人間でもなければ。見え、邪魔をするな。あいつ全身がサイコフレームでできているのか。逃がさん。シャトリオ、正体不明の機体と交戦中。かなり手こずって攻撃。いるも間を撤退させる。甘い。終わりだ。黙らせる。マリーダ、聞こえるか？キャプテンは回収した。これは何だ。捕捉した。消えろ。ひとまず撤退する。お前も戻ってこい。古い記憶、古い感情。邪魔だ。どけ。どうしたんだ、リタ？聞こえないのか？そうだ。あれは私の恐怖。時間をかけすぎた。そんな動きで。通信が途絶しているのか？いや、様子がおかしい。だだ。終わりつくな。マリーダ、どうした？応答しろ！だとしたら終わりだ。マスター、脱出してくれた。
ガンダム。袖付きの大型モビルスーツと交差する謎の白いモビルスーツ。機体の V 字型のブレードアンテナはもはや昔話になりつつあるガンダムの象徴。伝説にたがわず、白いモビルスーツは袖付きの大型モビルスーツを圧倒していた。俺たちが総がかりになっても傷一つつけられなかったあの機体をだ。身も心もあの白いモビルスーツに釘付けになった。この時はまだどこか人事のように感じていたのだろう。体が軽くなっていく。さっきまで感じていた重苦しくて気持ちの悪い圧力はもうない。俺はどうなったんだ。俺何したんだろう。思い出すのは後にしよう。少しでいいから今は眠らせてくれ。許してほしい。お前とはもっともっとバナージ、私の望みは叶ったよ。アンナ。ガンダムは敵。あの白いモビルスーツが姿を変えた時、そんな言葉が私の頭の中に鳴り響いた。遠い昔、私が目覚める前に刷り込まれたものだろうか。今はその言葉を胸の底へ押し戻す理由がない。クシャトリアを与えられた私がたった一気に遅れを取った。無残な戦いだ。ガンダムは敵。頭の中で鳴り響いていた言葉の続きが自然に生まれた。次こそ必ず仕留めると。あの屋敷の記憶。母さん。俺が辛い時は母さんも辛そうで、それでも母さんは俺を慰めてくれた。父さん、子供の頃に別れたきりで顔だって覚えていなかったのに、母さんの葬式にだって来なかった。それなのにあんなものを押し付けて、いきなり現れて父親だなんて。あの人にユニコーンを託されたから戦ったわけじゃない。ただ必死だったんだ。
夢を見ていたような実感のなさだけが残る。だけど、敵の攻撃が始まり、振動と警報がいやおうなく告げる。あれは現実だったんだと。昔、私を守るためにこの船と砲火を交え死んでいった将兵たちがいる。今その船に守られている私、そして窓越しに見えるガンダム。因縁、運命、必然、そんな言葉が心中を駆け巡る。ガンダムのパイロット、あの温かい手のひらの持ち主が顔を血で汚しコックピットに横たわっていた。彼ではないかという予感はどこかにあった。これもやはり因縁なのだと痛感する。目が覚めた少年に安堵したものの、やはり私は努めて感情を出さないようにする。私の名を呼ぶ彼の声に憐憫の情を感じながら、インダストリアルセブンで救助した少女、名前は確かオードリーだったか。どこか遠くを見つめるようなエメラルドグリーンの瞳。初めて見て以来、ことあるごとにその瞳を思い出してしまう。俺は彼女に惹かれてしまったのだろうか。それとも初めての実戦で生まれた無力感を紛らわしたいだけなのか。バナージ・リンクス、どこにでもいそうな普通の少年。本当に彼がガンダムに乗っていたのだろうか。俺たちが束になってもかなわなかったあの4枚羽を圧倒して退けた軍人としてあまり認めたくはない事実だ。たとえ機体の性能のおかげだったとしても、複雑な感情が俺を支配する。あれだけの犠牲を出したことに意味がなくなってしまったようで、どう考えようが死者はもう戻らないというのに。この時はまだ深くは考えていなかった。あの二人がまさか船の運命を左右するような存在になるとは。ラプラスの箱。カーディアスビストが我々に何を託そうとしたのか、それは未だ知れない。連邦は箱の譲渡を妨害するため特殊部隊まで送り込んできた。その事実こそが箱の価値を実証していると言える。その中身などいずれ分かればそれでいい。あの木馬もどきはかつてブライト・ノアが指揮したロンドベルの艦艇であり、
いくつかのガンダムタイプを運用してきた船でもある。そこへ現れた新型のガンダム。この符号を偶然と見過ごすことはできない。私が破壊彗星の再来と呼ばれている以上、一緒に逃げてほしい。オードリーはあの時と同じように自分の責任のことだけを口にする。違う。俺が聞きたいのはオードリーがどうしたいかなんだ。でもその答えを聞く前に現実の方が先に動いてしまった。子供を人質に取る以外に生き残る道を見つけられない。これだけ大人が揃っていながら、いや大人だからこそ自分の役割の外に踏み出せないんだ。これがあの人の言う世界の重みなのだろうか。わからない。でも自分にやれることだってある。あの赤いモビルスーツを倒せばオードリーを人質にしなくて済むんだ。それは好機に転じうる事態だった。亡霊と呼ばれるあの男が来襲した混乱に乗じ、因縁深いこの船を脱しようと私は考える。もちろんあの鍵を処理するために。一緒に逃げて。そう訴える私の態度は少年に戸惑いと拒否感を与えたようだった。ずるい言い方だと反駁され、私は驚く。こんな風に私の中に入り込んでこようとした人はいなかった。彼は追い打ちをかけるように聞く。私自身がどうしたいのかと。立場ではなく私自身がやりたいことを。けれどもその問いに答えようとする前に、いやおうなく私の立場へと引き戻されてしまう。見せてもらおうか。新しいガンダムの性能とやら。敵を確認。ロメオ8、これより交戦を開始する。高熱源体急速に近づく。いえ、この動きはモビルスーツですか。俺が正体不明機は通常の3倍の速度で接近中。なんだと。敵の目標はネールアガモだ。船を攻撃させるな。我々は直撃につく。リリー少尉、敵は一機だが油断ならんぞ。了解。もろに
敵の攻撃を食らったぞ。直面、何やってる。申し訳ありません。接近する。早く逃げるんだ。月へ。アルベルトさん、ここは危険です。あれはシナンチュだ。赤い彗星だ。勝てるわけがない。2年前、月のグラナダからフォン・ブラウンの試験場へ搬送中の我が社の実験用モビルスーツ MSN-06S がネオジオンに強奪された。追跡に当たった連邦軍の部隊が返り討ちに遭い全滅させられた。その主犯と目されているのがフルフロンタル、赤い彗星、シャア・アズナブルの再来と言われている男だ。聞いたことがあります。たった一機で2隻のクラック級を沈めたシャアの亡霊。シャアは第二次ネオジオン戦争で消息不明になっている。とにかく生地のモビルスーツが戦って勝てる相手ではない。ユニコーンもシナンジュで採取したデータをもとに作られているんだ。早くここから逃げろ。レオンにも背中から撃たれます。総合データ各部に転送。まだまだ敵は亡霊でも何でもない。モビルスーツ隊にも知らせ。このわからずやめ。あんたに言われたか。はい。 DD 少尉、何をしている。しっかり船を守れ。了解。正体不明機は MSN-06S シナンジュと判明。総合データ各部に転送。敵は強力な機体だ。残りのモビルスーツ隊も全て出撃させろ。了解。各機随時発進させます。仕留める。進路クリア。カタパルト装着。射出準備よし。発進どうぞ。ここで増援とは少しはできるよ。ではこれで終わりだ。敵を近づけるな。迎え撃て。シナンジュレーダーからロスト。追い返したのか。デブリに隠れているのかもしれません。油断するな。またいつ襲ってくるかわからんぞ。高熱源体反応あり。後続の敵機かと思われます。前方より来襲。モビルスーツ隊艦の防衛に当たりつつ敵戦隊を迎撃せよ。もうおしまいだ。だから逃げろと言ったんだ。船の士気が下がる。あんたは黙っててくれ。敵 A あり。右舷より開い。モビルスーツ隊はエレメントを形成。隊を分けて敵の進行を防げ。ロメオ1了解した。ロメオ8行くぞ。敵 A あり。左舷から来ます。これで戦える。格納デッキで出火。消火活動急げ。敵 A あり。後方から襲ってきます。逃がすかよ。レールアガバに敵機急接近。モビルスーツ隊援護。分かった。この船が例の箱を乗せていると思っているのなら機関の直撃を狙わず無力化して奪おうとするはずだ。もらった。つまりこの船は奴らにとって箱に匹敵するものを乗せているというわけ。なかなか粘る。だがそろそろ終わりにさせてもらう。
シナンジュ再びレーダーに捉えました。本艦に急速接近。来るぞ。動きが違う。今度は本気のようだ。敵へ多数接近中。本艦を囲み撃ちするつもりです。このままでは防ぎきれません。モビルスーツ隊、個別行動に移れ。リリー少尉は俺と遊撃を行う。敵を旋回してメイルアーガムの防衛に当たれ。敵の後続部隊を突破しつつ赤い彗星を叩く。リリー少尉、ついてこい。了解。後方モビルスーツやられました。手薄になった箇所が狙われます。迎撃。戦況やや悪し。モビルスーツ隊どうした。エポーズは何をやっている。音を出して防衛しろ。艦長、時間をくれ。そんなこと言ってる場合か。しばらく耐えてくれればいい。放っておくしかないだろう。我々だけで切り抜ける。狙いなんです。艦内から火災発生。艦は至れる。モビルスーツ隊、メールアーマーの援護を行え。火災発生。居住区画で火災警報。右舷モビルスーツ撃破されました。もう限界だ。撤収しよう、艦長。今逃げても後ろから狙い撃ちされるだけだ。ここで持ちこたえるしかないんですよ。ラグダ中佐は何をしようとしているんだ。レーダーガマ損傷拡大。状況かなりまずくなっていますね。モビルスーツ隊、ボケが悪いぞ。損傷確認急げ。前方味方機墜落。本艦各部にて損傷続出。艦長、だいぶ持ちこたえるのが苦しくなってきています。モビルスーツ隊、本艦の援護遅すぎるぞ。今だ。攻撃中の敵機聞こえるか。直ちに攻撃を中止せよ。本艦はミネバザビを捕虜にしている。繰り返す。本艦はザビ家の維持、ミネバラオザビを捕虜にしている。見せてもらおうか。新しいガンダムの性能とやら。これより仕掛ける。まずは木馬もどきを黙らせる。その上でラプラスの箱の鍵を入手する。アンジェロたちは後方に控えている。高熱源隊急速に近づく。ミサイルか。いえ、この動きはモビルスーツですが、正体不明機が通常の3倍の速度で接近中。モビルスーツ隊射出位置へ。モビルスーツ隊発進急がせろ。
員対空戦闘準備。進路クリア。発進どうぞ。最後までわからん。いいでしょい。敵は一気だが油断ならんぞ。了解。敵の目標はメールアドだ。船を攻撃させるな。我々は直撃につく。了解。また一気やられた。とにかく撃て。アリーダを退けガンダム隊ラプラスの箱へと姿を見せてもらおう。下だ。死んでもらう。早く逃げるんだ。月へ。アルベルトさん、ここは危険です。あれはシナンチュだ。赤い彗星だ。勝てるわけがない。死んでもらう。当たらんよ。2年前月のグラガダからフォン・ブラウンの試験場へ搬送中の我が社の実験用モビルスーツ MSN-06S がネオジオンに強奪された。追跡に当たった連邦軍の部隊が返り討ちに遭い全滅させられた。その主犯と目されているのがフルフロンタル、赤い彗星シャーズナビルの最大と言われている男だ。聞いたことがあります。たった一機で隕石のクラック級を沈めたシャアの子。シャアは第二次ネオジオン戦争で消息不明になっている。とにかく生地のモビルスーツが戦って勝てる相手ではない。狙いは正確だ。ユニコーンもシナンジュで採取したデータをもとに作られているんだ。早くここから逃げろ。帝王にも背中から撃たれます。情報データ各部に転送。マドラス敵は亡霊でも何でもない。モビルスーツ隊にも知らせ。このわからんせよ。あんたに言われたからない。アンジェラ、本当に援護しなくてよろしいのですか？大佐が出撃した以上我々の仕事はない。敵は複数です。せめて援護射撃を。我々はここに控えている。ただ大佐の邪魔になるだけ。それより親衛隊として目に焼き付けてやる。大佐直撃だと。大佐と出るようになってから私はまだ一度も引き金を引いたことがないんだ。艦のダメージ広がりつつあります。戦況やや悪し。モビルスーツ隊どうした。言ったろ、我々の仕事はない。当たらんよ。まっすぐ大佐が追い込まれている。成功するな。甘いな。狙いは正確だ。応急要員は対応しろ。ここから早く逃げろ。
レーラーガマ損傷拡大。状況かなりまずくなってきていますね。モビルスーツ隊、動きが悪いぞ。本艦各部にて損傷続出。艦長、だいぶ持ちこたえるのが苦しくなってきています。モビルスーツ隊、本艦の援護薄すぎるぞ。攻撃を受けたら艦が持ちません。艦長、危機的状況です。モビルスーツ各機、本艦の直縁を優先せよ。被害状況甚大です。艦長、これ以上直撃を受けたら持ちません。モビルスーツ隊、何をやっている。レールアーマが沈んじまうぞ。攻撃中の敵機、聞こえるか。直ちに攻撃を中止せよ。本艦はミネバザビを捕虜にしている。繰り返す。本艦はザビ家の維持、ミネバラオザビを捕虜にしている。人質。いつでも私は利用されてきた。だからこういう事態にも慣れている。であれば混迷の中で己がどう振る舞うべきであるか、覚悟は即座に決まった。連邦の強打心を挑発し、我が身を敵の手にかけさせる。そうして人質を失えば連邦は手詰まりとなる。鍵の破壊に至らざるを得なくなるだろう。周囲の緊張した空気を切り裂いたのはまたもあの少年だった。一瞬固い心に亀裂が入り、私の心は揺らいだ。けれど私は再び少年を拒絶する。それでもあの時とは違う反応を見せる少年。堅くなに引こうとしない。どうしてこんなに一途になれるのだろう。その彼が言ってしまう。あの手のひらの持ち主が二度と戻れない道に踏み出そうとしている。そう分かった瞬間、想像外の感情が突き上げてくる。それまで己を律してきたものが瞬時に崩れ、自分がむき出しになる怖さ。それでも構わず私は彼の名を呼んでしまう。ザビ家の維持、捕虜、ミネバ。単なる知識だった無機質な言葉が色を帯びて目の前の現実と結びつく。彼女がジオンのお姫様。俺が一目惚れしたかもしれない相手なのに。信じたくはないことだったが攻撃はやんだ。それが全てを物語っている。彼女はミネバ・ザビなのだ。だが
毅然とした態度で前を見つめるその美しいエメラルドグリーンの瞳は、彼女が何者であろうと変わらない。交渉は決裂した。人質作戦だなんて、どっちがテロリストだ。正規軍のやることじゃない。しかも彼女を人質にするなど、これではまるで悪役だ。そう考える間もなく、赤い彗星は襲いかかってくる。ミネバザビが囚われていようとは計算外だったが、要人を人質に取れば己の身の安全が図れるという目論みはなんとも連邦らしい。一年戦争の頃から、いや宇宙移民を始めた時から全く変わっていない。任務の遂行と己の身の安全、どちらか一つしか選べないとなった時、果たして彼らはそのいずれかを選択できるだろうか。自らを犠牲にして尽くす気概もなく、気にするのは自分の立場だけ。ただ他の誰かが責任を果たすのを待っている。それが連邦の本質だ。ミネバザビはいつでも取り戻せる。このまま結論のない返答を待つとしよう。発進準備完了。強制解除。どこへ行った？見つけた。どこだ？待て。見えた。なんだこれは。ビームライフルの威力ではないぞ。落ち着け。訓練を受けているはずなんだ、あの人が。しかしこの速射性は止めてやる。オードリー、何が起こっている？ガンダムがまた変形を。 NTD だ。今がチャンスだ。早く逃げるんだ。バナージ、やめて。2機の状況を知らせ。依然交戦中ですが、早すぎて正確な位置は捕捉不能。反応するのか。さっきは捉えられなかったのに。これだ。見える。ガンダム。また敵となるか。なんだ。下がれよ。
してくれないとオードリーが。あれがなんだあの機動性は。愛さと互角の動きをしている。バカだ。挟み込む。上昇しろ。ビリー少尉か。こちらで動きを抑える。隙を見つけて打ち込め。やったか。よせ、踏み込みすぎるな。後ろだ。4枚バネ。どうして私のために最後まで戦ってくれたの？どうして私に謝るの？どうして私をいつもかりそめの名で呼ぶの？あなたにとってはそれが本当の私。この前までは顔も知らなかったのに、喪失感が体に広がっていくのはなぜ？箱の鍵を奪われたから。それだけ。子犬のようなまっすぐな目をした少年。義務や忠誠心からではない。私という人間そのものに伸ばされた手。ぴったりと張り付く手のひらのぬくもり。私は波立つ感情を気取られぬようその場を去るしかなかった。どうしてこんな。くそ。ラプラスの箱は引き渡してもらえないようだ。了解した。機関は撃沈する。来るぞ。対空防御モビルスーツ隊迎撃に当たれ。了解。モビルスーツ隊シナンジと接触。モビルスーツ連続して撃墜されました。これの短時間で奴をこれ以上ネールアガマに近づけさせるわけにはいかない。各機連携を怠るな。我々モビルスーツ隊が突破されたらネールアガマは丸裸になる。了解。ここは守りきってみせます。箱がなんだってんだ。みんなこんなくだらないことのために。落ち着けリリー・ジョイ。仲間の犠牲を無駄にするな。赤い彗星だろうが協力して当たれば隙が。敵が速すぎる。回避できない。赤い彗星め。味方レーザー信号拒絶。エレメント形成中のジェガンおよびリゼル連続して応答拒絶。本物のシャーロットというか。このまま何もできずに終わるのか。差し違えただけ。リリー・ショイ、順番を守れ。俺は仕事だがお前は違う。ミッ
石にかじりついてでも生き延びろ。お前にはやらなければならんことがある。落ち着け、いい処理。隊長！なんだ？発進準備完了。強制解除。ガンダム？あの小僧が乗っているのか。赤い彗星とガンダム、早い。撃ってしまった。大佐の戦場怪我してしまった。落ちろ。私に撃たせたらこれ以上大佐の邪魔をさせるか。仕留める。複数の敵やれるか。余計なよ。やってみせる。そうだ、そのまま。ロメオエイト、機体状況報告せよ。仕留めてみせる。損傷警備心配ない。キャロ、あいつを抑えろ。もらった。アンジェロ、状況はどうはっ、大したことはありません。アンジェロ、だいぶ苦しそうだ。やばい。ご心配には及びません。まだ戦います。連邦の犬が重力に縛り付けられた連中が。そうだ、そのまま。ロメオエイト、損傷状態はどうか。厳しくなってきているが、まだやれる。バカだ。被弾した。アンジェロ、フリーだ。外で。まだやれます。ガンダム頼みの連中が。引け、アンジェロ。とどめ。大佐、しかし作戦を忘れる。それにここでお前に死なれては私が困る。残り1機。甘いんだよ。キュッ。キワラ、下がれ。玉切れか。連邦もなかなかやる。
しろ。お前だけは落とさないと気が済まないんだ。リリー少尉か。このまま2機で赤いやつを押し込む。了解。化け物め、ガンダムと2人がかりなのにこのままではこちらが落ちてしまう。リリー少尉、大丈夫ですか。こちらのことは心配するな。どっか行っちまえ。リリー少尉、かなり機体がやられてきてる。まだやれる。隙が見えた。今だ。仕掛けます。当たるように撃て。やってますよ。敵に目標を絞らせるな。はい。逃がすかよ。お前さえいなければ。少しはやるようだ。どっか行っちまえ。当たるように撃て。やってますよ。出てこ。ノーム隊長の撃たせてもらう。なかなか手強いな。ダメだ。わからんよ。とどめ。惑らせてくれ。隙が見えた。今だ。仕掛けます。もう少しで落とせる。あるな。なんだか。これで終わっちまえ。よせ、踏み込みすぎるな。後ろだ。4枚羽。ラプラスの箱は引き渡してもらえないようだな。了解した。機関は撃沈する。来るぞ。対空防御。モビルスーツ隊迎撃に当たれ。奴をこれ以上令和のに近づけさせるわけにはいかない。各機連携を怠るな。了解。捉えた。
攻撃を中止せよ。さもなくデブリの影にいやがった。落ち着いて反撃するな。相手をしよう。下がれよ。貴様がいなければこんな嫌な作戦はしないで済むんだ。こんな箱がなんだって。どうするぞ。みんなこんなくだらないことのためにテロリスト相手に人質なんか取ってさ。いい腕を落ち着け。リリー・ショイ、悪いが急ぐんだな。赤い彗星に当たっている。いいぞリリー・ショイ。ノーム隊長、隊長の機体がこれでは持ちません。リリー・ショイ、お前は石にかじりついてでも生き延びろ。お前には仲間の犠牲を無駄にするな。お前は隊長。俺なんだ。発進準備完了。強制解除。やっと来たか。来るな。デブリが妖怪したんだと。なんだあれは。ビームライフルの威力ではない。させてくれ。この速射性はかすめただけで。私の敵となるか。ここまで。止めてやる。リリー少尉か。こちらで動きを抑える。隙を見つけて打ち込め。まだ残っていたか。まだやれる。落ち着け。大佐、敵がまだ残っています。そんな攻撃ではない。ガンダム、追い詰められてきているぞ。ここで下がったらオードリー捕らえた。邪魔しないでくれ。まずい、もう無理だ。一旦引け。やらなきゃいけないんだ。死んでもらう。撃ってしまった。大佐の戦場を怪我してしまった。私に撃たせたら。このままじゃダメだ。オードリー。行くぞ。ついてこれるか。見える。おお、また敵となるか。ガンダム。お前を倒さないとオードリーが。これより目標を合流ポイントまで誘い込む。了解。オードリーのためにもこいつは。手はず通りだ。目標は順調に移動している。準備はできています。さすがだな。当たれ。
今だ、やれ。よせ、踏み込みすぎるな。後ろだ。4枚バネ。ごめん、オードリー。みんなどうなったんだろう。そんなことを考える間もなく連れて行かれたのはあの赤いモビルスーツのパイロット、フルフロンタルのところだった。シャアの再来と言われている人、幻と話しているような不思議な感覚。世界を変える力を持っていたとしても人を殺すテロリストには変わらない。でも気づいてしまったんだ。自分も同じ罪を犯したことを。オードリーを助けるためただ夢中なだけだった。それでも俺がどう思おうと起きたことは変わらない。俺が人を殺した。私を助けた連邦の軍人、明朗闊達な男。今は憤怒の表情で私に詰め寄ってくる。けれど憎しみを跳ね返す方法には長けている。憎悪だけではない苦渋に満ちた表情を浮かべる彼。もしかしてこの人も私と同じなのだろうか。伝えたいこと、確かめたいこと、そんなことがたくさんあるのにその術を知らないのだろうか。彼に対して家のことを語るうちに思い至る。彼も家の義務と責任を負っている。私と同類の人間なのではないかと。無線越しに聞こえたあの少年の声がまだ耳に残っている。俺たちの場当たり的な人質作戦が招いた自情自爆をあの少年が打ち破った。彼女がザビ家の維持であろうとなかろうとそんなことは気にも留めずに、俺はといえば仲間の散っていった空にただ一人取り残されている。その不甲斐なさに苛立ち彼女に八つ当たりまでする始末だ。俺は家から逃れるためにパイロットになった。与えられた任務にだけ専念してきた。だが彼女は自分の家にまとわりついた悪名から逃げず、それを正面から受け止め行動したんだ。
俺はむしろ家の呪縛から逃れようとすることで家に囚われていたんじゃないのか。ミネバ・ザビにそれを気づかされるとは。あのガンダムのパイロットが少年であったことは驚くに値することではない。アムロ・レイ、カミユ・ビダン。歴史の流れを変えたガンダムにはいつも少年たちが乗っていた。向こう水で己の意志に忠実で躊躇せずに行動をする。そういった少年がまた敵になるとは奇縁というしかない。しかしリスト財団の当主ともあろう男が財団の命運をかけたモビルスーツを見ず知らずの少年に託すなどありえないことだ。真相が何であれガンダムが彼だけをパイロットとして認める以上は彼バナージ・リンクスには協力者として我々を箱へと導いてもらおう。そして連邦の存在を覆すと言われているその力を手に入れるとしよう。私は宇宙に捨てられた者たちの願いを受け止める器なのだから。正しい戦争なんてない。でも正しさが人を救うとは限らない。すがるべき光があれば人は生きていける。そういったマリーダさんが思い出させてくれたあの人の言葉。人間だけが神を持つ希望や可能性をもたらす光。誰の中にも存在するものだけど、他人の信じる光を否定したとき、人は争いを始めてしまう。戦いの結果を気に病む必要はない。マリーダさんはそう言ってくれた。慰めてくれたのかもしれないし、ただ覚悟を言っただけなのかもしれない。どちらにしても俺の心は少し軽くなり、分かり合えるような予感さえあったんだ。ここが戦場になるまでは。地球に降りる。彼の言葉を信じてみようと思った。自分の軍隊に背を向けてまで敵の要人である私を連れ出そうとする。その行動を信じてみようと考えたのだ。そうだ、闇の中でとどまっていてはいけない。走り出してみなければ。ミネバザビを連れて地球に降りる。そう決めた。できれば家に頼りたくはなかった。期待通りにことが進む確証もない。だがローム隊長も言っていた。
お前にはやらなくてはならないことがあると。生き残った者としての義務と責任を果たすためには、ザビ家の忘れ形見に連れてマーセナス家の力を借り戦争を止める。たとえ裏切り者のそしりを受けても。連邦軍がパラオの侵攻作戦を始める。ギルボーさんの家族よ、マリーダさん、俺がここにいたらパラオの人たちが戦争に巻き込まれてしまう。俺だけじゃない。お前もここにいちゃいけない。俺とお前のどちらかがここにいる限り、パラオは戦火に焼かれてしまう。行こう。ここを離れよう。また戦いが始まるという戦火の広がる可能性を私は感じる。であればこそ、だからこそ私は地球に降りなければいけない。短時間で考え抜き決断することには慣れている。すぐに覚悟は決まった。けれど私の同道者はそうではなかったようだ。自分の苦境を見て揺らぐ信念だから、私は彼を鼓舞した。自分の内なる心に従うこと。そうしなければ一生後悔する。それはもしかしたら私自身に言い聞かせる言葉だったのかもしれない。バナージ・リンクス。あんな少年がガンダムに乗っていたとは未だに信じがたい。捕らえられた時には自分の運命に怯えていた。戦争を正当化する我々を断じていた。そして人を殺したことを悔いて心を閉ざしていた。人は正しさではなく光にすがって生きている。その時私のかけた言葉を彼はどう受け取ったのか。いずれにしても無用な気遣いだったのかもしれない。言い訳も覚悟も持たぬあの少年を無垢な存在だと思い込んでいたのだろうか。私のその甘さが少年の逃走を許す隙を生み、パラオが戦場になる事態へとつながった。再びガンダムと戦うことになろうと躊躇する理由はない。マスターの汚名は注がねばならない。それができないのなら私の存在理由はない。私は彼の眼差しを忘れよう。正しい戦争なんてないか。
作戦が始まった。計画通りにことが進んだのは初めだけ。敵の罠にかかった味方たちは徐々に追い詰められていく。味方の信号が途絶していく様は俺に現実というものを押し付ける。ここで戦線に飛び込めば地球に向かう機会を失うかもしれない。かといって仲間を見殺しにはできない。俺にしかできないこととパイロットとしての責任と選べるわけがない。そんな俺の背中を押してくれたのは他でもない、隣に座るお姫様だった。彼女に失望されたくはない。その気持ちだけが自分を後押しする。とんでもない女に惹かれてしまったと思う。その巨大さゆえに地球連邦は鈍重な組織であると言える。しかし自らの権益を損なう危機を前にすると驚くべき決断力を発揮する。ラプラスの箱が地球連邦政府そのものを崩壊させる力を持つのなら、遅かれ早かれ奪いに来るのは致命の利だ。これを機に我々はパラを捨てクオン分子を一掃し、宇宙に住む人々の怒りと悲しみを束ね、それを連邦に叩きつける一団として決起する。ジオンの名のもと連邦軍によるパラオへの素早い侵攻。しかしそれはネール・アーガマ単艦によるものだった。ユニコーンガンダムと少年を奪還するための小勢力による侵攻。予定通りだ。どうやら地球連邦政府の者の多くはラプラスの箱が持つ可能性をまだよく理解していないらしい。このチャンスは利用させてもらう。パラオの連結シャフト部に爆発の光を観測。まもなく敵警戒中域。機関停止、管制航行を始め。全動力をハイパーメガ粒子砲へ。ミノフスキー粒子戦闘濃度3分、モビルスーツ隊順次発進。ハイパーメガ粒子砲発射準備よし。予定ポイント到達と同時に攻撃始め。車線から離れるよう味方機に再通達。了解。ブリッジより各機、これよりハイパーメガ粒子砲を発射する。ポイント到達まで39、38、37、36、35、34、33、32、31、30、29、28、27、28、
27、26、25、24、23、22、21、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、続け！逃げ合わせてこい。迎えに行く。艦長、パラオより新たな通信破綻地。エコーズか？いえ、これは俺を回収しただけじゃ作戦は終わらない。こんなところにいちゃいけないんだ。俺もお前も。大部隊が攻めてきてるんじゃないのか。ネイルアガマが来ている。連邦の白いモビルスーツを発見。攻撃に移る。行かせてくれ。出ないと連邦は下がらないんだ。ファラオを戦場にしたいのか、あんたたちは。ファラオが逃走したやつだ。応援頼む。お願いだ、行かせてくれ。なんでこうなる。早くネイルアガマと合流してファローを離れない。ここにいたら被害が広がるだけだ。脱出したことを近くのモビルスーツ隊に知らせないと。ユニコーンガンダムバナージリンクスです。ファローより脱出しました。回収願います。RX0 か。了解。こちらはロンドベルだ。脱出ルートを示す。この目標地点までたどり着けるか。こんなやつ。やってみます。連邦の通信を傍受した。ガンダムは近くにいる。ネイルアガマへ RX0 に接触した。目標地点まで援護する。目的地まで乗っていくか。下駄扱いしてもいいぞ。無力化すればいける。このまま援護をお願いします。やってやる。そろそろ目標地点のはずだけど。この中域も戦闘状態になっている。援護頼む。ここでも戦うのか。こちらネイルアーガマ。エコーズが敵に阻まれ帰還に手間取っています。エレメントを組んでいるモビルスーツ隊はエコーズの援護に回ってください。まだいける。
ガンダムはこのままネールアーガマに向かえ。必要なら俺が足になるぞ。ガンダムだけで行けます。分かった。ではこちらもエコーズの回収を手伝うとする。気をつけていけよ。俺が下がれば終わるんだ。そんなに戦いたいのかよ。ああ！見えた。止めてやる。また連邦機。また来ます。ユニコーンガンダム。誰か。連邦の新型か。バナージリンクスよね。オードリーなのか。無事なのね、バナージ。私です、ミネバ。オードリー・バーンです。よかった、無事でいてくれて。ガンダム同士が示し合わせて至近距離だ。どうしてこんなところに。君が操縦しているのか。君こそどうしてガンダムに乗ってる。エコーズの連中はどうした。誰ですか。リディ・マースのでしょう。お守りをキャッチしてくれたよ。リディッシュ。彼女、俺が地球へ運ぶ。地球。考え抜いて決めたことです。少尉のお父様は連邦中央議会のローマン・マーセルス議員です。スペースノイド政策の中枢におられる方です。その人に会って今回のことを全て話します。ザビ家の血を継ぐ者として事態を平和裏に解決する方法を。ちょっと待ってくれ。急な話で混乱する。どいてくれないな。簡単に話しちゃう。最善の方法を探るつもりだ。仕留めてみせる。あなたはネイルアーガマに戻って。そうそうよけられは。一つだけ教えてくれ。そう、君がやりたいことなのか。ええ、そうだと思う。分かった。リリー少尉、男と離婚だ。オードリーを頼みます。これ死ぬ。避けるなよ。ミネバ、オードリー、責任を持って送りつけて。このデルタプラスにはオプションなしで大気の活用が可能。この程度では下がらないんだ。アンジェロ隊、聞こえるか。お前は交代しろ。しかし予定は伝えたはずだ。強化人は補給できる。諦めてくれたのか。4枚バレか。
な時に落とせる。マリーナさんなんでしょう。なぜバナージリンクスです。マリーナさんなら聞いてくれ。投稿しろ、バナージリンクス。出なければコックピットを焼く。どうしてあなたが。誰であろうと関係ない。私もお前も今はパイロットという戦闘隊員にする。まだいける。すぐにメインジェネレーターを切って。それでもあなたはマリーナさんだ。だから感じた。だから分かった。パラオはあなたたちの家なんです。このユニコーンを取り戻すとすれば連邦軍はここを離れるんです。それは敵の理屈だ。オードリーだって来てるんだ。この戦いをやめさせるために。姫様はどこにいる。今は戦闘を終わらせることだけ考えてくれ。パラオに住んでる人たちだってギルボーさんの家族だって巻き込まれるかもしれない。同行して姫様の居場所を教えれば我々も軍を引く。邪魔しないでくれ。下がってくれ。こいつで戦闘を終わらせたいだけだと言いながらお前は連邦の立場に立って考えている。違うよマリーナさん。あなたたちは直線的すぎるんだ。だからオードリーは箱を渡せないって。敵の理屈だと言っている。この分からせや遅い。なんだこの敵。同じリンクス。これはお前がしていることなのか。ファンネル、私がわかる。
子だね。こんな子供どうするんだ。そういう趣味の客ってのもいるんだろ。今日からお前のマスターは私だよ。まだ若いのに。もう重しは取れたんだろ。来るんだよ。ちょっとあんた、軍ってなんだい。ジオンの落ち武者だったら警察に。もういい。すまなかった。こんなの悲しすぎます。優しさだけでは人は救えない。罪も汚れも消せないから。それでもそれでも彼の無事が分かった時、私は喜んでいた。自分でも驚くほど。彼がいつも呼びかける名で彼に応える。心が弾み、素直な声が出る。だけど状況が喜びに浸っている暇を与えてはくれない。彼は真摯に尋ねてくる。私自身の気持ちを。それはかつてと同じ問い。私は彼の誠意に応え、今度は私自身の思い、やりたいことを伝える。それは彼の心にも届いたようだった。そうして私にはよく理解できない男同士の会話をすると、彼は瞬く間に去っていった。愛別の念が走る。けれどまたきっと会える。そう信じて私は目指す地球に目を向けた。コックピットコアさえ残っていればいい。機体の確保が最優先。諦めてくれたのか。4枚針か。重いんだ。消えろ。マリーナさんなんでしょ。なぜバナージリンクスです。マリーナさんなら聞いてくれ。同行しろ、バナージリンクス。出なければコックピットを焼く。捉えどうしてあなたが。た。誰であろうと関係ない。私もお前も今はあなたたち直線的すぎるんだ。だからオーダーには箱を渡せないって。敵の理屈だと言っている。この分からせやガンダム。なんだこの敵。 NTD 発動確認。シャトリアとの交戦に入りました。サイコモニターの受信状況によってはファラオの影から出る。敵艦への警戒も怠る。強化人間なぜマリダを孤立させる。これは10人しかできない仕事だ。 UTD を起動させるにはニュータイプと思われるものを見つけるしかない。ユニ
高音ガンダムにはサイコモニターを取り付け、MTD の発動によって開示される箱の情報を傍受する。ラプラスプログラムの解析ができない以上、順当にシステムの封印を解いていくのは早道だ。そのために連邦の内通者を利用してこのガナーチという少年をユニコーンに導くとした。ファンネル。なんだと？ファンネル、私がわからないのか？何をね。捉えた。バナージリンクス。これはお前がしていることなのか？あの小僧がやっていることなのだ。正確には違う。パイロットはもはや受信した官能波を敵意に変換する処理装置だ。ではあのガンダムを動かしているの MTD でニュータイプデストロイヤーシステム。サイコフレームによる超常的なインターフェースと敵のサイコミ兵器を支配する力を兼ね備えたアンティマシン。そんな機体何の人間に扱いをはずか。その通り。そこには言葉通りの強化人間が必要だ。技術の産物に駆逐された時、ニュータイプは完全に葬り去られ、20世紀100年の歴史に UC 兵器が同じマリーナはかませんってわけですか。ブルース・ウェイブ、それが彼女だ。クローニングと遺伝子改造によって生み出された人工の肉体。12番目の試作品。マスターを狙う。マスター死んじゃったの？なんで？どうすればいいの？マスター！臭い子だね。こんな子供どうするんだ。そういう趣味の客ってのもいるんだろ。今日からお前のマスターは私だよ。まだ若いのに。もう重しは取れたんだろ。来るんだよ。ちょっとあんた、軍ってなんだい。ジオンの落ち武者だったら警察に。もういい。すまなかった。こんなの悲しすぎます。優しさだけでは人は救えない。罪も汚れも消せないから。それでもそれでもパラオの連結シャフト部に爆発の光を観測。まもなく敵警戒中域。機関停止。管制航行を始め。
全動力をハイパーメガ粒子砲へ。ミノフスキー粒子戦闘濃度3分。モビルスーツ隊順次発進。ハイパーメガ粒子砲発射準備よし。予定ポイント到達と同時に攻撃始め。車線から離れるよう味方機に再通達。了解。ブリッジより各機、これよりハイパーメガ粒子砲を発射する。ポイント到達まで39、38、37、36、35、34、33、32、31、30、29、28、27、26、25、24、23、22、21、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、撃て！合わせてこい。迎えに行く。月が続くことを祈るしかない。先発隊がやってくれました。ムサカ級戦艦沈没。幸先よろし。達する。これより全軍をもってパラオ攻略を行う。全乗組員の奮起を期待する。これが大丈夫ですか？雨が相手だ。ケルトプラスが他の機と一緒にパラオ。周辺中域の敵モビルスーツ隊は相当した。我々先発隊はさらにパラオ方向に進軍する。こちらロメオ8、すぐにそちらに追いつく。早く来てくれよ。ロメオ8、こちらの小隊と合流しよう。パラオに向かう。グズグズするな。了解だ。もらった。俺が当てる。そこまかと。メールアーガマ先発隊戦闘9時に到達しました。持たせる。エールアーガマは目標の脱出までこの中域を維持。本艦付近のモビルスーツ隊は直縁に与え。了解。これよりネイルアーガマの直縁に向かう。敵へ多数、本艦に急速に接近中です。敵に囲まれます。残りのモビルスーツ隊もエールアーガマを援護に回せ。対空砲火開け。エールアーガマはこの中域に踏みとどまる。応援持ちこたえてみせろ。全隊他の直縁に回ってください。クワッド。当たれ。ダミー隕石放出。仕留める。放出口を開きません。無理です。ロメオ8、グズグズするな。母艦の援護に行く。狙いなんぞつけてる場合か。いいから撃ちまくれ。罠にはまったってのか。すまない。ネイルアーガマの安全を確保するまで付き合った。はい、行ってください。本艦援護中のモビルスーツ撃墜されました。そこだ。はめられたんだ。奴らはこちらの行動を読んでいたんだよ。正面から勝てる相手じゃない。艦長、早く交代を。味
たちが展開しているのにできるわけないだろう。艦長、パラオより新たな通信波探知。エコーズか。これはガンダム。よし、目標の離脱を確認した。本艦はこれより目標回収ポイントに向かう。モビルスーツ隊は現状のまま本艦の護衛と退路の確保に当たれ。ネイル・アガマの無事を見届けてから戦線を離脱する。もう少し待ってくれるか。わかりました。レーダーに反応。敵艦を捕捉しました。ムサカ級戦艦です。モビルスーツ隊は展開しろ。敵包囲網を突破する。敵艦の有効射程距離に入ります。もう来られたら逃げ切れるか。対艦戦闘用意、迎撃しろ。悪い、もうしばらくネイル・アガマの援護をさせてもらう。わかりました。ムサカ級戦艦2隻目を確認。敵射程距離内に捉えられます。今だ。まだ来る。俺がこの距離では振り切れる。対艦戦闘準備。ネイル・アガマ本艦は敵艦を牽制。モビルスーツ隊各機は迎撃に転戦。敵艦沈黙。よし、いいぞ。残りの敵艦も黙らせろ。いける。決める。もうちょっとの辛抱だ。こらえてくれ。ついてたぜ。消火活動を急げ。モビルスーツ隊、ネイル・アガマの援護を行え。やはり離脱するわけに。ありったけの火力を敵にぶつけろ。主砲、標準、戦車。弾幕絶やすな。これ以上損害を広げるな。まだ倒せないのか。各部損傷確認。食らった。何をやっている。船を沈めたいのか。弾幕を張れ。敵モビルスーツは近づけるな。主砲発射。撃て撃て撃て。まだ持ちこたえられます。ムサカ級戦艦落ちます。これより本艦並びに直縁機はエコーズを呼びガンダムの回収ポイントへ向かう。本艦の護衛にエレメントを回せ。
敵残存部隊の掃討を行わせろ。こちらロメオ8、残存部隊の攻撃に移る。頼みます。ネイルアーガマへ。本機はロメオ8とエレメントを組みます。この中域はあらかた片付いたか。リディ少尉、不慣れな機体でさすがです。レーダーに微弱な反応がある。新たな敵艦か。このままネイルアーガマの護衛に戻ったら分かっている。地球に行けなくなる。こちらロメオ8。はっ、君はネイルアーガマの敵艦接近の報告をしてくれ。こちらはここで敵の足を止める。デルタプラスなら敵艦にダメージを与えた後、ネイルアーガマに追いつける。了解しました。どうぞご無事で。敵に当たりしつつ隙を見てこの中域から離脱する。リリー少尉にお任せします。ここまで来たら心配しても始まる。月がここを祈ってる。信じます。私たちの月とあなたの勇気を。敵艦捕捉。追い込まれてきているな。第一格ノート大破。何でもやってしまったな。私に遠慮は無用です。あなたはあなたの務めを果たしただけです。君は平気なのか。それは私の問題です。ご自分の心に従ってください。参ったな。また来ます。アンジェロ大尉のギラズール。知っているやつか。親衛隊の隊長ですが危険な男です。気をつけて。ガンダムもどきなど。ガンダムならガンダムらしく戦っていっちまいな。届け。そうそう避けられは。アンジェロ隊員、援護に参りました。助かる。すごい。このまま敵の援軍でも来たらさらに追い込まれる。なんだあのガキが来るのか。そうやってだとこの私をコキにしてくれるのか。いい度胸だよ。ユニコーンガンダム。連邦の新型か。バナージリンクスよね。オードリー
事なのね、バナージ。私です、ミネバ。オードリー・バーンです。よかった、無事でいてくれて。ガンダム同士が示し合わせて、君が操縦しているのか。君こそどうしてガンダムに乗ってる。エコーズの連中はどうしてる。誰ですか。リディ・マーゼラス少尉、お守りをタッチしてくれたよ。よきリディ少尉、彼女俺が地球へ運ぶ。地球考え抜いて決めたことです。少尉のお父様は連邦中央部隊のローナン・マーゼラス議員、スペースノイド総局の中枢におられる方です。その人に会って今回のことを全て話します。オードリー、責任を持って送り届け。このデルタプラスにオプションなしでの大気圏突入が可能だ。アンジェロ隊、聞こえるか。お前は交代しろ。しかし予定は伝えたはずだ。いけるか。了解。オードリー、一つだけ教えてくれ。それは君がやりたいことなのか。ええ、そうだと思う。分かった。リディ少尉、男と見込んだ。オードリーを頼みます。殺し文句だな。推進剤を使いすぎた。あのマスドライバーを利用させてもらう。少尉、バナージが。分かってる。これは男同士の話だ。君は黙っていてくれ。手はず通りガンダムは泳ぎ始めた。ラプラスの箱の中身を改めるにはシステムの封印を順当に解いていくのが早道だ。そうたやすく解ける封印でない以上、しばらくは食わせ者のカーディアスビストに付き合わざるを得ないだろう。クシャトリアが拿捕された今、私が NTD を発動させるきっかけを作らねばなるまい。地球連邦軍の絶対防衛圏内、地球低軌道上、緯度0、経度0、高度 200km の座標を首相官邸ラプラスの残骸が通過するその時に、戦いのことはあまり覚えていない。覚えているのは自分の体に火をつけられたような感覚、そしてマリーダさんの中を見た。それでもと言い続けろ。たとえどんな現実を突きつけられようと自分を見失うな。マリーダさんはそう言ってくれたが、この傷は俺がつけた傷だ。あのモビルスーツにはもう乗らない。だけど大人たちはユニコーンに乗れという。ラプラスの箱の謎を解くために、義務のために自分を殺して責任を果たすためにまた人を傷つける。
いつまでも終わらない連鎖じゃないか。割り切ることなんてできるものか。あの人たちは俺がネイルアガマを守ったことを借りと受け止めた。そして責任を果たしたんだ。本当にやりたいことを立場で覆い隠して。なら俺もそうするべきなのか。身近な人たちのために自分の責任を果たす。それだけでいいとダグザさんは言う。ならそれ以外の責任は誰が取るんだ。ダグザさんが負うのか。俺たちのために。すべてが生まれた源、すべてが帰る源。幼い時初めて見た地球は美しかった。けれど今眼下に広がるそれは闇に包まれている。私たちの先行きを示すかのように。空が空に変わった時、本物の重力が体にまとわりつく。慣れない重さ。それは重力のせいだけではない。私がなすべきことの重さだ。それでも今は進むしかない。生きている。バナージ・リンクスに助けられたようだ。だとしたら私を襲ったあれはシステムの本能、ガンダムから発した強烈な否定の意志。ニュータイプを見つけ出して破壊する。それがたとえ作り物であっても。マシンには本物と作り物を識別する能力はない。でも人は違う。感じることができる。だから彼はガンダムを止められた。バナージの中を見た。作り物の私とは違う人としての意志、根っこ。私の持ち得ないもの。それがシステムを屈服させた。ガンダムの中に眠るもう一つの力も呼び覚ます。現実に抗おうとする力、意志。それを見失うな、バナージ・リンクス。マスターがいる。私にはそれでいい。懐かしい地球の青い空。眼下には故郷の緑が広がっている。本物の重力が俺とミネバを大地へと引き寄せる。これから俺たちが立ち向かう困難は計り知れない。男と見込んだ。バナージはただその一言で
俺を幾重にも縛り付けた。家の呪縛とは違う。俺という人間、俺というパイロットを信頼した上で彼はミネバザビを託したんだ。今は前へ進むしかない。どんな困難があろうと。横に座る彼女は瞳を輝かせて緑の大地と紺碧の海に見とれている。そんな俺もまた彼女の横顔に見とれる。全ての重圧を忘れられるこのひととき。ようこそ地球へ。ただいま0ポイントに到達。指定座標を通過。機体のシステムは正常。どうだ？どうって何も。どこからだ？ RX0 から通信波が発しています。そちらの状況を知らせてください。ここからだと？何かが来ます。ネールアガマが狙われている。数はわかるか？3機。後ろに別動隊がいます。後ろだと？ネールアガマが危ない。見た。ネールアガマ確認しているが敵機が接近している。迎撃しろ。これでもう終わりにしてくれ。そんなもの下がってくれ。いける。手加減できる状況じゃないぞ。分かってますよ。ビームマグナムを使え。この距離なら。ダメです。あれは強力すぎる。こいつだ。ここで倒さなくていつかまた戦うだけだぜ。その時また交代させれば済むことです。出てくるからやられるんだ。それでいい。お前はやるべき責任を果たしている。人殺しをしなきゃいけない責任って何です？見える。このこれだ。避けるんだよ。被弾した。なんで当たった？遊んでいるつもりか貴様。敵は落とせる時に落とせ。お前が見逃した誰が逃げた。お前自身を殺すかもしれんのだぞ。遊びなもんか。自分が死ぬのも人が死ぬのも冗談じゃないって思うからやれることをやってるんでしょ。わざと外したな。殺さなくたって交代させればいいんでしょ。
補給できる。止めてやる。バナージか。あの小僧とやり合うつもりはない。なんだ、撤退していく。何をしている。敵なら躊躇せずに撃て。木馬もどきはガランシェール隊に任せておけばいい。我々はユニコーンに仕掛けて NTD の発動を促す。また来る。あなたか。爆裂彗星。遠慮はするな。音好きでかからないとガンダムには勝てんぞ。自衛隊自由範囲をさせていただきます。やめて本気で戦えバナージ。奴と向き合えば NTD が発動するはずだ。このままでは殴り殺しにされるぞ。でも本気で動いたダンサさんが。補助席が脆いで体は頑丈だ。繊維が感じられない。バカにして今さらそんな態度が通用するものかよ。さっさとガンダムになってみせろ。ラプラスに戻れ。今のお前は体が動いていない。ラプラスに隠れて体勢を立て直す。わかりました。ハッチを開けろ。急げ。違うんですよ。そういうことじゃなくて、俺はバナージ。俺はさっき NTD が発動した頃に言った。あれはお前自身反応しているように見えた。このラプラスの亡霊の声を聞いて何かを感じたお前の心にだ。俺の銃根絶の殺戮マシンなどではない。それとは違う何かがこのユニコーンに組み込まれている。それを制御するのは多分周りの心だ。それがラプラスプログラムの正体であるかもしれない。乗り手の心を試しながら例えば導く暴挙。こいつを作ったやつがとんだ食わせ者らしいな。歯車には歯車の意地がある。お前もお前の役割を果たせ。俺だ。ここが知っている。自分で自分を決められるたった一つの5分だ。楽すなよ。来た。バルカンだ。威嚇でいい。撃て。お前は私の希望託したぞバナージ。やったな。ガンダムになってくれた。手はず通りだ。コックピット以外は潰してもいい。やれ。所詮は素人だ。シミュレーションで予測した通りに動いてくれる。このまま挟み込むぞ。
襲い込まれた。アンジェロ逃げろ。奴は普通じゃない。離れろ。化け物め。アンジェロ、信材があるうちに軌道を離れろ。申し訳ありません、大佐。大佐、離脱してください。あなたがこんなことで。あんただけは落とす。ワナージ、聞こえているならやめろ。このままではお互い大気圏で燃え尽きることになる。何十レーザー通信ロスト。枯れ木に紛れて判別できない。サイコモニターは健在です。直ちに転身、軌道変更。重力の糸に引きずり込まれる前に息を回収する。俺の操縦でですか。排気アシスト増補だ。ラスト。ユーボはタイムアップだ。この状態では奥歯もどきに侵入することができる。しかしこれを逃したら作戦中止だ。ギルボ隊はモンタル隊の救援に当たれ。RX0、このままでは重力に引き込まれます。なんで落ちない。しろ。あんただけは。外さない。バナージ。ジクは家族を頼む。ギルボアさん。
彼は空の向こうにいるはずだ。あの手のひらから流れ込み共振し合えた熱、それが今は感じられない。あの熱をもっと身近に感じていたらこんな風に迷いはしなかったと思う。石爆感にとらわれ、ふと私は星空に目を向ける。流れ星が硬質な光の筋を引いて夜空を滑っていく。それは奇妙に心騒がせる攻防。彼の姿が脳裏に浮かび離れようとしない。柔らかい手のひらをまっすぐに私に伸ばしてくれた人、その人の名はバナージリンクス。木馬もどきはガランシェール隊に任せておけばいい。我々はユニコーンに仕掛けて NTD の発動を促す。遠慮はするな。音好きでかからないとガンダムには勝てんぞ。はっ、親衛隊梅雨払いをさせていただきます。ユニコーンは木馬もどきに向かっています。木馬もどきに合流されると面倒だ。ガンダムを孤立させて徹底的に追い込メールアーガマ確認しているか。敵機が接近している。迎撃しろ。レールアーガマよりダプラスのモビルスーツ隊へ直ちに護艦へ帰投せよ。敵襲の可能性あり。ガンダムの動きは思ったより早い。奴だけラプラスの考えから離脱したようだ。パラオで一緒に飯を食った時に分かりましたよ。勘の良さそうなガキだって。何にしてもマリーダを木馬もどきに預けとくわけにはいかんでしょう。そうだな。大佐、ラプラスにいた連邦のモビルスーツ隊が木馬もどきに接近中です。甘いな。大佐、申し訳ありません。敵がそちらに。弾は落とすまでだ。敵のモビルスーツ隊が戻ってきやがった。善意が感じられない。狙いは正確だ。今さらそんな態度が通用するものかよ。攻撃ではな。応戦しろ。ちゃんと狙え。狙ってます。止められる。私の敵となる。止められる。神様ってのが本当にいるんだ。キスして死んでもらう。ラプラスに戻れ。相手をしよう。今のお前は体が動いていない。ラプラスに隠れて体勢を立て直せ。わかりました。来た。バルカンだ。威嚇でいい。撃て。
前は私の希望託したぞバナージ。やったな。ガンダム。ガンダムになってくれた。手はず通りだ。所詮は素人だ。シミュレーションで予測した通りに動いてくれる。このまま挟み込むぞ。高え。コックピット以外に潰してもいい。やれ。誘い込まれた。アンジェロ逃げろ。奴は苦痛じゃない。離れろ。信念は化け物め。甘いな。アンジェル、推進剤があるうちに軌道を離れろ。申し訳ありません。大佐。大佐、離脱してください。あなたがこんなことで。あんただけは落とす。バナージ君、聞こえているならやめろ。このままではお互い大気圏で燃え尽きることになる。指南中、レーザー通信ロスト。瓦礫に紛れて判別できない。ガンダムはいい腕を。サイコモニターは健在です。こちらを追えば捕捉できる。直ちに転身、軌道変更。狙いは重力の間に引きずり込まれる前に2機を回収する。そんな攻撃ではない。の操縦でですか。排気アシスト同胞だ。ブラスト。なんとかなる。ビルボはタイムアップだ。この状態では奥歯もどきに侵入することができん。しかしこれを逃した。作戦中止だ。ビルボ隊はこの団体の救援に当たれ。ランデブーの計算急げ。ユニコーンを回収する。無理です。落下速度が速すぎます。とても間に合いません。アレクスゼロ、このままでは重力に引き込まれます。なんで落ちない。少しはやるようだ。止められる。アレックスゼロ、脱しろ。あんただけは。相手をしろ。よせバナージ。今度は外さない。バナージ。菊間、家族を頼む。ギルボアさん。